私まで抑えてきた気持ち我慢できなくなっちゃう。私だ。サインなんてしてほしくないよ。もっとずっと1年でも10年でも司と一緒にいたいよ。どうして私にはあと5日しか残ってないの？どうしてこんなに好きな人ができたのに、どうして。ごめん。ごめん。どんな方法でもいいんです。アイラの寿命を1分1秒でも伸ばす方法があれば教えてもらえませんか？往生際が悪いかもしれないけど、それでも最後まであがきたいんです。なりふり構っていられないんです、博士。はあ、アイラはどう考えているんだね。私も司と同じ気持ち。死ぬのが怖い。司と離れ離れになるのが怖い。寿命が来るのが怖い。私もっと生きたい。司と同じ時間を生きていきたい。本来ギフティアは自分の死を恐れることはないんだが、本能がそれを考えることを拒否するようになっているからね。私は実際に見たことはないが、ターミナルサービスでの回収業務でもごねるのは 100% 所有者の方だろ。ギフティアは己の死を見つめることはないんだ。だがアイラのアルマはそうではない反応を見せている。やはり感情設定を極端に設定してあるからか。興味深い。そんな一言だけで片付けないでください。こっちは必死で。司。すみません。泣き疲れてもどうにかする方法はないよ。それは前に話した通りだ。寿命改善のしているが成果はない。突破口もない状態でね。それは私が無能なせいではあるが、君たちに希望を与えることはできない。何でもいいんです。何か方法はないんですか？あれば。私はこんなところで研究などしていない。司、もう。現実的でない方法なら一つ残っているがね。あるの？あくまで現実的でない方法だ。離れ技と言ってもいい。教えてください。現実的じゃなくても離れ技でも、ほんの 0.1% でも可能性があればどんなことでも試したいんです。何？別に難しいことじゃない。必要なのは気が遠くなるほどの時間だけ。どういうことです？考え方は人間のコールドスリープと同じだよ。やるべきことは一つ。アイラには今すぐにハイバネートモードで眠ってもらう。あとは私か、あるいは別の誰かがギフティアの寿命改善を実現するまで待つ。それがいつ実現するかは誰にもわからないがね。明日かもしれないし、1年後かもしれないし、10年後、20年後かもしれない。あるいは永久に実現しないかもしれない。そうなれば当然アイラを目覚めさせる機会も永久に来ないだろう。司くんの寿命もある。仮に君が80歳まで生きるとして、およそ60年か。君が先に死ぬ可能性もあるだろうな。それどころか寿命改善が実現するしないにかかわらず、司くんはアイラを忘れ別の女性と結婚してしまうかもしれない。そんなことは絶対にありません。世の中に絶対などないさ。ましてや
人の心は移ろいやすいからね。どちらかというとアイラよりも司くんの方が我慢を強いられるだろう。ただ待ち続けるだけの日々、終わりの見えない牢獄。そして君は人間だ。時間が経てば経つほど老いていく。例えば60年後じゃなく30年後にアイラを救う方法が見つかったとしよう。その時君は50歳間近になっているわけだ。姿形の変わらないこのアイラが再び目覚めたとして、その時間の断絶に君は耐えられるかね。人の心は移ろいやすいと言ったのは、つまりそういうことも含めてのことだ。耐えられるという覚悟があるのなら、私から護道君に事情を話してアイラを再度ハイバネートしてもらおう。少し二人でじっくりと話してみるといい。私は寝る。じっくり話し合うも何も答えは出てるよ。アイラ、待っててほしい。残された方法がたった一つしかないなら俺はそれにすがる。アイラを永遠に失うことに比べたらずっといい。俺のエゴかもしれないけどカリは譲るつもりはないよ。アイラ、私、今の博士の話を聞いてやっと分かった。ルシーを回収した後ね、私いろんなこと考えるようになったんだ。その中でも一番考えたのは、自分が寿命を迎えた時のこと。私の中のアルマが崩壊して記憶と人格が消えちゃったら私はどうなるんだろうって。死にたくない、死ぬのは怖いって思った。でも他のギフティアは誰もそんなこと考えてないみたいで、どうしてなのかな、気にならないのかなって不思議だったの。だけどそれは私がおかしいからだったんだ。私はテストモデルで、私だけ感情設定が極端だからこんなこと考えちゃうんだ。そんなこと。他のギフティアならちゃんと自分の最後を受け入れる。司を困らせたりもしないので。困ってなんてないよ。無理しなくていい。私のためにあなたの大切な時間をこれから何年も何十年も使わせたくなんてないもん。アイラ、そういうこと言わないでよ。俺が言わせない。司、望んでるんだ。俺はアイラのためなら何年でも何十年でも待てるってそう言ってるんだよ。エゴだって言うのはつまりそういうこと。それにさ、俺たち結婚したんだよ。永遠に一緒だってあの時誓ったでしょ。アイラと一緒にいられる時間を1秒でも伸ばすためなら俺何だってする。それが俺の喜びになるんだ。辛くなんてないんだよ。なんなら俺が博士の研究を受け継いだっていい。今から会社を辞めて勉強だって何だってする。俺自身の手でアイラの寿命を伸ばす方法を見つけたらそれってかっこよくない？そうだよ。どうしてそれを考えなかったんだろう。自分で自分の可能性を閉ざすことなんてない。俺はまだ20歳にすらなってないんだ。なろうと思えば何にだってなれるはず。アイラと全てのギフティアを救うすごい技術者になる可能性だって十分残されてる。
ねえアイラ、いいアイディアだと思わない？つかさ。ただ待ってるだけじゃ我慢なんてできないから。俺の手で少しでもアイラの未来に近づきたい。近づいてみせる。だからアイラ、君に待っててほしい。待っててくれる？私本当にいいんだ。私待っててもいいんだ。もちろんだよ。つかさ、私待ってるから、絶対に迎えに来てね。待たせたな。いつでも準備 OK だ。ありがとう、親父さん。元気でな。萌木博士、研究のことよろしくお願いします。言われずとも向き合い続けるさ。この現在にね。アイラ、君は幸せ者だ。いい伴侶に巡り会えたんだからな。ありがとう、博士。元気で。また再会できることを祈ってくれ。俺のわがままに付き合わせちゃったね。つかさ、これ私を回収できるのは司だけなので、私とギフティアのことをよろしくね。次にアイラが目を覚ます時には俺は必ず君の目の前に立ってる。そう誓う。だから待ってて。待ってる。大好きだよ、司。ちょっと大胆だったかな。びっくりした。でもありがとう。忘れたりしたら怒るので。忘れないよ。忘れない。絶対に。またね。きっとまた。始めよう。システムは正常に作動した。アイラが自主的に目覚めることはない。おやすみ、アイラ。また会う日までいい夢を。警告。ハイバネートモードを解除します。続行する場合はパスワードを入力してください。パスワード入力確認。ハイバネートモードを解除します。ハイバネートモードの解除は正常に実行されました。俺
頭が回ってないね。全部覚えてる。何もかも、昨日のことみたいに。おはよう。また会えたね。ずっと、待ってたよ。